はい、では大塩さん、今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、はい、古来から伝わる密教の家事祈祷とはっていうテーマなんですけど、はい、密教の柔術として家事祈祷という作法があると思うんですけど、はい、家事祈祷という言葉は聞いたことある人がおられると思うんですけど、はい、ただ改めて昔からずっと伝わってきてるっていうことも一つすごいことだなと感じて、はい、でただそう思いながら、そもそも家事祈祷って実際何が行われているのかとか恥ずかしながら分かってないなとも思いまして、はい、家事祈祷っていうのは家事っていう部分も含めて、はい、どういったことをされてるんでしょうか。ですね。加える力と持つ力って書いて家事。だからご祈祷するっていうことは、お家事しますっていう言葉使うんですけども、そもそも祈祷っていうのが、お祈りする。皆さんのイメージだと、厄払いとかお祓いするとか、そういったイメージがあると思いますけども、家事っていうのは書いてそのもので、加えると持つなんですよ。で、要は仏さん神仏が加えていく、皆さんをお助けしたい、皆さんを救っていこうというそのエネルギーと、それを今度は受け取る側の気持ちが一つ重なった時に家事っていう力が作用するんです。だから要は困った時の神頼みとかでいいんですけど、要は助けてください助けてくださいっていうお祈りっていうのは、それは祈りよりも頼み事みたいなイメージなんですよ。だから一方通行なんですね。でもところがやっぱり神さんや仏様が皆さん方をお救いしたい、そういったエネルギーっていうのは常に持たれてるんですね。でそのご先祖様がやっぱり子孫を守りたいっていうそういうような気持ちと一緒で、やっぱり神仏が守ろうという力と、そして自分たちがそれにすがっていくとか、そのエネルギーをちゃんと受け止めようという気持ちが一つになった時に、その祈りが成就するっていう、そういった意味合いがある。なので私なら私自身が祈祷するのに、ただ「えいや」とかっていうお祓いをする、そうすると取れるっていうものではないんですよね。要は、密教の場合は手で印を結んだり、口でご神言を唱えたりとか、そして心に仏を感じるっていう、三密修行っていうのがあるんですけども、この三密の修行によって自分自身が言うなら仏様のエネルギーを自分の中に入れて、その仏さん自身として、不動明王やったら不動明王としてお祈りする、させていただくということで、神仏と一体となった私自身が今度は皆さんにそのエネルギーを加えていく。そしてそれをまた一心に信心といいますか、やっぱりそこにすがろうとか、そこにお祈りする気持ちとが重なった時に、やっぱりそういった物事が成就する。例えば病気回復であったりとか、家内が安全であったりとか、身体が健全であったりとかっていう物事が成就する、成し遂げられていくっていうか、そういったものが家事祈祷って言われているものです。なので、要は邪気をお祓いするのも、マイナスのものを取り除くのも、一方通行だけではダメだよと、それを信じて受け止める方の力が必要になってくるっていうことで、その時に初めて物事が形になって現れるんですよっていう、簡単に言うとそういうイメージです。はい。そう考えると、特に今の現代の社会ではある意味お気楽に祈祷してもらえるとか、そんなイメージもあるんですけど、やっぱ昔からって考えると本当一人一人が真剣に祈ってるっていうのが当たり前やったって感じなんですかね。そうなんですよ。やっぱりそこに対する感謝とか敬う気持ちとか、なぜその神様や仏様にお祈りすることが大切なのかとか、ご先祖さんを手を合わせてお墓参りしたりとか、そういったね、ご先祖様を大切にする、そういった気持ちがなぜ必要なのかと、やっぱそういったことをやっぱめくめくと受け継がれてきた私たちだからこそ、その人の気持ちが分かるのと同じで、やはりそういった気持ちを込めて手を合わせる、祈るっていう、そのお祈りの仕方こそが、神様や仏様に守っていただける生き方に変わるんじゃないかなと思います。とその実際行われるその祈祷についてなんですけど、はい、その和尚さん側というか和尚さんの立場で言うと、まずそういう信号を唱えて、まずは呼ぶっていうんですかね、そういうことからスタートするんですか。そうですね。例えばごま祈祷ってありますよね。
護摩祈祷の中にはやっぱストーリーがあって、やはり最初にまず、自分自身を清めるという作法があるんですけども、そこからスタートして、まずこの壇の上をこう浄化する、結界を張る、でお迎えする準備を整えるわけなんです。でそこに対して今度は、皆さんが来客をこうね、お客さんが来る時に、することと一緒で、まずお部屋を掃除したりとか、玄関を片付けたりとか、お迎えする準備を整える作法がここで行われます。でその後もうおもてなしですよね。お迎える準備ができたら、例えば玄関の前に立ってお迎えする、もしくはお車を出して、お車に乗せてまたこちらにお迎えするとか、そういった準備をこの中でやってお迎えをしていきます。でお迎えをする作法があって、でそこでごまやったら、例えば家天さんっていう火の神様からスタートして、そしてご本尊さんをご供養したりとかっていう、言うならばこちらに降霊してきてもらうようなイメージで、そこで、この中で、不動明お不動さんやったらお不動さんと私が対面していくことで、お不動さんと私自身が、一体化するというかな、そういった作法をこの流れであるんですね。ですのでそれが終わったら、皆さん方のそのご祈願とかお祈り事、もしくはごまぎに書いたお願い事、こういったものを火にくべることによって、それを成就させていただくお祈り、対話をするようなイメージで、それで、終わりましたら、今度はまた、お口を注いでいただいたりとか、手を洗っていただいたりじゃないですけども、皆さんもほらおしぼり出したりするでしょ。で、今度はお帰りになる時にはお茶を出してね、とか、そういった食べ物食べていただいてお茶を出してとかっていう風な、そんな作法の後に、じゃあお見送りするでしょ。でお見送りするっていう作法で一つのストーリーが終わります。そこまでの儀式がこの中で行われてて、だからご祈祷する時もやはり、仏さんや神様にここにお越しいただいて、その必要なね役割の仏様たちをお呼びして、そこで、ご神言を唱えたり、仏さんとの対話です。マントラとも言いますけども、ご神言を唱えて、その姿を表すのにその手で印を結ぶって、我々は印を結ぶ儀式もありますけども、印を結んでそこに唱える、ご神言、そして、観念観想と言いまして、心の中で意識で仏を感じるっていう、この3つの作法をすることで、仏様とか神様が自分の意識とつながった時に、その仏さんや神様のエネルギーを皆様方に授与するというか、エネルギーをそこに与えることができる、そういう作法になります。その時に与えてもらうというか、そういう状況になった時に、この受けてる側っていうのはどういった意識というかが大事なんですか？やはりよく言う信心ってやつですよね。やっぱ信仰とか信心っていうように、やっぱ信じることってすごい大切。やはり昔はやっぱ日本人も八百万の神の信仰ってあったように、やっぱ神様方はいらっしゃるんだとね、こういったことをお供え物をしたりとか、ご挨拶したりとか、お線香を立てたりとか、お供物をお供えしたりとか、そういったことをやってきたわけなんですよ。で、やっぱり神々に守られている、ご先祖様に守られている、ね、仏様方がいらっしゃって、ちゃんとね導いてくださるっていう、その信じる心っていうものが受け取る気持ちっていうのと重なるんじゃないかなと思います。もちろん願いもあるんですけど、本当にそこにいるっていう、イメージを持ってお願いしてるような状態がいいって感じですか？そうですね。だから密教って言われてるものなんですけども、密教そのものが秘密の教えって書いてるから、なんか内緒事が多いんかなっていうイメージがあると思うんですけど、秘密っていうのはそのシークレットっていう秘密でもないんですよね。仏さんとかは全然内緒にはしてないんですよ。もう常に皆さん方を助けてあげたいとか、常に皆さん方を守ってあげたいっていう、そういった悟りを開かれているのが神仏やと思います。なので常にオープンにしてらっしゃる、本当はシークレットではなくて、でオープンにしてるんやけど、やはりこの受け取る側が知識や知恵がなかったり、その学びが少なかったら、どうしてもその言ってる意味が分かんないとか、
そのやってることが分かんないとかっていうふうにどうしてもなりますよね。だから対人関係でも一緒じゃないですか。やっぱり一生懸命教えてあげようとしてるのに、なんか理解する側がその知識や知恵が足りん分とか理解する能力がなかったで、なんか理解してもらえなかったとか、まあ伝える側ももちろんそうですけども、だから上手に伝えようと思っててもなかなか伝わらない。受け取る側もやっぱりそれを受け止めれない。そういったその状況を内緒とは言いませんけども、理解しないことの秘密っていうふうに言われてます。だから神様仏様は常に教えたいわけやし、その回避する方法を常に持たれてる。ところが私たちがなんか足りてない。私たちが何か足りてないからそれが理解しがたかったりとか、そういったすれ違いによって、その気持ちのすれ違いじゃないですけども、そういったすれ違いによってエネルギーがその成就しない場合もありますよと。だから受け取る側も学ぼうとかね、その努力しようとか、まあ私がよく YouTube で言ってるように行動を起こしてみようとか、まあ人によっては聞いてるだけで行動起きない人もいらっしゃいますし、で要は行動に移せない。でも今の自分の考え方からしてみたら難しくてできないだろうとか、そういったもう最初から否定するエネルギーであったりとかすると、どうしてもやっぱりそこには入っていきづらい。だからやっぱり受け取る側の気持ちっていうものもやっぱり必要なんじゃないかなと。だから努力ですよね。一生懸命っていうんですかね。本当にご祈祷してる時もされてる時もこう一生懸命祈るっていうことがなんか一つ大事ってことですかね。そうですね。だから仏さん側としてはこうしたらいいよって、私が YouTube なんかでお話してるように、こういうふうにしてみたらいいよ、こういう考え方になってみたらいいよっていうエネルギーを放ってくれてるわけですよ。でそこで自分の考え方で、いやちょっとそれは難しいですわとか、ああ言えばこういう人ってよく言いますけども、ああ言えばこういうように人の考え方を受け入れないとかね、もう自分は自分であるとか自己中心的になってしまったりすると、やはり物事って、人間関係でも成就しないじゃないですか。それのもっと高いレベルのお話が祈祷っていうことじゃないかなと。いや改めてそのご祈祷って本当に多分この時間では足りないぐらいたくさんのいろんなお話があるんですけども、今回改めてそのご祈祷って一体なんかどういったことなのかっていうのをちょっと、お話しさせてもらって、で来年2025年の1月19日には、こういったご祈祷も一緒にしてくれる開運新年会というのも開催する予定しますので、その時にもなんかそういうお話もまた一緒にできたらいいなと思います。神仏のね2025年の初めに開運の儀式として、やはりその神仏の今お話したようなエネルギーをしっかりとね、こうダウンロードといいますか、今風に言うとエネルギーをここにこう降りてきていただいて、それを皆さんにねこう流していきたいな、渡していきたいなと思っておりますのでね、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。ではありがとうございました。ありがとうございました。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらダメかもしれないとかって人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths will lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはねそちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。